なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第3章勇者学院編第107話伝説の勇者第108話勇者対魔王朗読を始めます。魔王学院の不適合者第107話伝説の勇者。静寂が訪れていた。戦場の真っ只中だというのに、俺と目の前の男を包み込む空気は、どこまでも穏やかで、そして静かだった。アボス、ディル・エビアはその仮面に手をかけ、ゆっくりと外す。あらわになった顔は、紛れもなくレイ・グランズ・ドリーのものだった。どうして、わかったのかな？声が響く。いつものレイの声が。あの仮面の魔法具は、声を変えるためのものだったのだろう。レイ・グランズ・ドリーは転生者だ。イエスタ家の魔法継承がうまくいかなかったことから、シリカが使われていた可能性は高い。それにお前の価値観はこの時代では異質だ。なんとなく俺を知っている素振りを見せたというのもある。この時点では記憶はないと思っていた。それでも、転生者にはほぼ間違いなかった。俺を知っている転生者だとすれば、誰なのか、ということだが、お前はかつて戦った俺の右腕、シンを演じていた。カノンだということを隠すためにだ。本当は魔法もそれなりのレベルで使えるのだろう。だが、お前がまともに魔法を使えば、その魔族の体でも聖なる力を伴ってしまう。シンを演じるのが、正体を隠すのに都合が良かったというわけだ。シンは魔法が苦手だった。あいつを演じることで、本来は使えるはずの魔法を隠したのだ。弱いレベルの魔法であれば、ギリギリ聖なる力を隠すことができたのだろう。そして唯一、俺より上手の根源魔法では、俺の魔眼を欺くことができた。お前はガイ・ラディーテに来てすぐ、射的屋でミサに一つ貝の首飾りを送った。覚えているか？一つ貝のはある？とお前は店主に尋ねた。だが一つ貝の首飾りは、二つの貝殻を首飾りにしたものだ。首飾りの名をもともと知っていなければ、そんな聞き方はしないだろう。レイはその時点で転生前の記憶があったと予想がつく。一つ貝の首飾りの留め具はディルヘイドにはない構造をしている。ミサが外せなかったそれを、お前が簡単に外せたのは構造を初めから知っていたからだろう。だが、シンは飾り物に興味などない。ディルヘイドのものならまだしも、アゼシオンの首飾りの構造など記憶に留めておくとは思えぬ。もっとも、たまたま見て覚えていた可能性もある。俺とて、シンの全てを知っているわけではないからな。だが、意外だったのは確かだ。対抗試験が終わった後お前に尋ねたな。1位剣を使いこなしたなら、何か思い出したかと。レイは何も覚えていないと答えた。1位剣にはシンの思いが残っているはずだ。同じ根源を持っているなら、それと同調するはずだった。だが、お前は思い出さなかった。思い出していないのなら、一つ貝の首飾りのことはどこで知った？魔族は2000年間、人間と交流がなかった。母親が精霊病を患っていたのだから、遠いアゼシオンにまでレイがわざわざ行ったとは考えがたい。首飾りのことを勇者学院の授業で説明したのは、レイがそれをミサに渡した後だ。それにあの授業にレイは寝坊して出ていないのだ。つまり、お前はシンではない。そして、転生前の記憶があるにもかかわらず、記憶がないふりをしていた。自分は嘘つきだとレイはミサに言ったことがある。あれは多分、このことだったのだろう。シンではないなら、一体誰だ？一位剣と聖剣の両方を使いこなせるものなど、2000年前にも他に心当たりがない。だが、もしも勇者カノンが魔族として転生していたなら、魔剣と聖剣、その二つを使いこなせたとして不思議はない。レイは勇者カノンだという仮説が立った。だが、お前が勇者カノンなら、なぜその正体を明かさないのか。平和になった今、お前がそのことを俺に隠す理由はなかったはずだ。だから、これまで気がつきもしなかった。本来であれば、勇者カノンだと打ち明ければ、俺があることに気がつくとお前は考えた。お前の根源が一つしかないということにだ。さすがにカノンが根源魔法が得意とはいえ、その数ぐらいは見抜けぬ俺ではない。レイの根源の数は確かに一つだった。お前がどんな言い訳を用意していようと、残りの6つをどうしたのか、
と俺は考えるだろう。そして、七魔コウロウを乗っ取っていた根源のことを思い浮かべるはずだ。七魔コウロウのうち、メルヘイスだけは根源を乗っ取られていなかった。乗っ取られなかったのではなく、足りなかったと考えればどうか？七魔コウロウは6人がアボス、ディルエピアの配下の根源と融合した。勇者カノンの残りの根源は6つ。ちょうど数がぴったり合ってしまう。偶然というにはできすぎだ。否定しようともせず、黙って聞いているレイに、俺は言った。だから、お前は自分が勇者カノンだと打ち明けるわけにはいかなかった。自分がアボス、ディルエビアだと俺に悟られる恐れがあったからだ。無論、それでも不測の事態はいくつもあったのだろう。母親の精霊病や、魔剣大会での一件がそうだ。それについては正直いくつか疑問が残るが、今この場で聞くことではあるまい。おおよそ予想はついているがな。カノン、2000年前に何があった？まっすぐ彼に問いかける。これまでよりもずっと大人びた表情で、レイは微笑んだ。君がエレオノールに聞いた通りだよ、アノス。ジェルガ先生やガイ・ラディて魔王討伐軍は、勇者学院を設立し、転生した君を滅ぼす準備をしていた。僕は必死に反対したけれど、彼らは聞こうともしなかった。君があの日言った通り、魔王アノスを倒しても世界は平和になんかならなかった。せっかく争いが終わったのに、2000年後にまた戦う準備を始めたんだ。どちらかがどちらかを根絶やしにするまで、争いは続く。俺がかつて彼に言った言葉だ。僕はジェルガ先生の賛同者に殺された。そのまま朽ちていくふりをして、すぐに蘇ったけれど、先生の計画はもう止められそうもなかった。彼らの命を奪わない限り、できなかったのだろう。人間に振るう剣を、勇者カノンは持っていなかった。2000年前、人間は過ちを犯した。命を捨て、世界に平和をもたらした魔王アノスを、完全に消滅させようという計画を立てた。そんな理不尽な話はない。僕はどうにかして彼らの過ちを正さなければならなかった。そのために、レイはこくりとうなずく。架空の魔王、アボス、ディルエビアを作り上げた。人間が復讐するための偽物の魔王を。どうやって魔族たちから俺の名を奪った？話し合ったよ。時には戦ったこともあった。だけど、魔族は人間よりも物分かりが良かった。というより、君が彼らに慕われていたんだろうね。僕の言葉を、最終的にはみんな信じてくれた。そして、アノス、ボルディゴードを忘れることにした。自発的に俺のことを忘れた、か。霊人人権は君を滅ぼすための聖剣だ。定められた宿命すら、断ち切ることができる。2000年後、君が暴虐の魔王として転生する宿命を僕は断ち切った。それで俺の名が変わったか？宿命を断ち切ってどうなるかは、神の溝知ると言ったところだけど、みんなの思いが通じたのか、一つ目の賭けには勝ったみたいだ。うまく俺の名を書き換えられたのだろう。だからこそ、アイビスたちの記憶を、レバイド、で遡っても、俺の名を見つけられなかった。霊人人権が俺の暴虐の魔王としての宿命を断ち切り、歴史さえも書き換えた。シン、レグリアをはじめとする君の腹心たちは、さすがに君の名を忘れはしなかったけどね。彼らは転生したり、またディルヘイドからは離れていった。大戦の前は、君と対立していたっていう強大な魔族も、君が帰ってきて、すべてが終わるまではおとなしくしていると約束してくれたよ。なるほど。それで2000年前の魔族たちは、俺の前に姿を現さないというわけか。アボス、ディルエビアの仕業ではなく、自発的にそうしていたというわけだ。人間のくせに、こうも魔族に取り入るとは、相変わらず大したものだな。やがて、壁の向こうで勇者学院は、暴虐の魔王の名前が変わったことを知った。彼らはアノス、ボルディゴードが名前を変えて、自分たちの企みから逃れようとしていると判断した。もちろん、それは僕の狙い通りだったよ。人間の寿命は短い。そうして、年月が経つにつれ、勇者学院でアノス、ボルディゴードの名前は消え、アボス、ディルエビアの名だけが残っていったのだろう。本来であれば、そうそううまくいくとも限らぬが、宿命を断ち切った聖剣が幸運をもたらした、といったところか。僕は6つの根源を七魔コウロウと融合させた。もちろん、記憶を消すのも何もかも、彼らの同意の上だったよ。
2000年後、君が七魔功労と接触すれば、融合に気がつくかもしれない。彼らは君に嘘をつけないからこそ、自ら記憶を消してくれと願った。人間の企みから、俺を守るために、七魔功労たちはあえてそうしたというわけか。残り一つの根源。つまり僕は、何度も転生を繰り返し、少しずつ魔族の血が濃い体を手に入れていった。純血の魔族になれたのは、今の僕が初めてだけどね。勇者カノンが、俺の血を完全に引く魔族に転生していようとはな。俺とてほとんど人間の体なのだから、可能性はあったわけか。自分の血を引かない体に、生前の力すべてを引き継ぐのは、さすがに俺よりも根源魔法に長けているだけのことはある。そして、この戦争が2000年に及ぶお前の計画の総仕上げというわけだ。レイはうなずく。人間の憎悪は消えない。暴虐の魔王か、人間か、どちらかが滅ぶまで、この争いは続く。いくら君が慈悲深くても、降りかかる火の粉は払うしかない。それでも、僕にはもう二度と、君の命を奪うことはできない。エレオノールの予想は間違っていた。人間に殺されたというのに、彼はどこまでも気高く、勇者だった。だから、撃たれるというのか。暴虐の魔王として、人間に。レイはうなずく。それで止まるか？アスクの魔法は、魔族を皆殺しにするという憎悪を植え付けるけど、その大元はジェルガ先生のものだ。先生が何より恨んでいたのは暴虐の魔王だ。それが滅びれば、魔法も消える。僕はそう信じているよ。先生がそこまで愚かじゃないって。レイの真剣な眼差しが俺を射抜く。それは確かに、かつてのカノンを彷彿させた。決して望んだ道じゃなかったけど、それでも僕は勇者だ。僕を勇者と呼ぶ人がいる限り、僕は人々の過ちを償う。かつての勇者たちの過ちを償う。2000年前、君は命を懸けてこの平和を作った。素晴らしい、本当に素晴らしい世界になったよ。僕たちが生きていたあの時代には、考えられないほど、世界はみるみる良くなっていった。俺とは違い、変わっていく世界を2000年間、レイは転生を繰り返しながら、見てきたのだろう。魔王アノス。2000年前のように、レイは言った。人間は愚かだった。それでも、俺はまだ人間を信じている。人間の素晴らしさを、俺は最後にお前に見せたい。お前が望んだ本当の平和を。勇者カノン。2000年前のように、俺は言った。お前がそこまでする理由などあるまい。お前は十分に戦ってきた。これ以上、つまらぬ人間のために我が身を犠牲にするつもりか。レイは首をゆっくりと振った。そうして言ったのだ。あの日の約束を僕は今も覚えている。これは君が守った。君が作った。君が追い求めてきた平和だ。こんな形になったのは不本意だけど、それでも今度は君の友として戦わせてほしい。それがどういう意味なのか、今更問うまでもない。長き時間をかけ、お前は壮大な準備をしてきた。迷いもあっただろう。不安もあっただろう。それでも全てを乗り越え、覚悟を決めてきた。お前の2000年分の思い、今ここでそれを聞いたばかりの俺の言葉で揺らぐほど、安いものではあるまい。やめろ、とは言わぬ。言葉で止めようというのは、レイの意志を軽く見すぎているだろう。これは、一つ貝の首飾りではなく、ミシェンスの首飾りだったというわけだ。勇者学院で俺が説明したことが頭をよぎる。2000年前、大戦の初期では、戦地に赴いた人間のほとんどは生きて帰ることができなかった。そのため、恋人たちは同じ時代に生まれ変わり、今度こそ結ばれるようにとミシェンスの首飾りに願いを込めた。ミシェンス海というガイラディーテの湖に生息する貝の殻を2つに分け、首飾りを2つ作った。片方を恋人に送り、もう片方を自分がつけ、彼らは戦いに臨んだ。ミシェンス海は聖なる水を飲み生きており、神の使いとも言われている。2つに分けた貝殻が、死んだ後の2人の根源を導き、巡り合わせてくれる、と当時の人間たちは信じていた。勇者カノンは、レイは、決して伝えるわけにはいかぬ思いを、その首飾りに託し、愛する者に別れを告げてきたのだ。この首飾り、返してほしくば、力ずくで奪ってみよ。そう言うと思ったよ。レイは、仮面を腰に下げた。そして、
その場に魔法陣を描く。神々しい光が溢れ出て、それは剣をかたどった。魔王城に置いてあった霊人陣剣が、この場に召喚されたのだ。俺が言葉では動かぬことを、この男もまたよくわかっている。行かせてもらう。君を守るために。霊人陣剣を構えて、勇者は言った。俺は両腕を広げ、奴の前に立ちふさがった。この男と戦うのは、一体何度目になるかわからぬ。それでも、こんな気持ちで戦うのは初めてだ。行かせはせぬ。お前を守るために。第108話、勇者、対、魔王。1分の無駄もない所作で、レイは一歩を刻んだ。次の瞬間、俺の眼前に奴の姿があった。霊人陣剣がきらめく。神々しい光がまばゆいほどに瞬き、俺の魔眼さえもくらませた。次の瞬間、光に溶けるようにレイの姿は消えていた。視覚から殺気を覚える。俺の目が捉えきれぬ間に、閃光のごとく、聖剣の刃が振り下ろされる。そこだ。左手に、ベノイエ文を凝縮させてまとう。それを盾に視覚からの剣撃を引いた。ダーンと魔力がはぜる音が耳をつんざき、左手にまとった、ベノイエ文が散った。よく見えたね。お前の魔眼を使ったからな。切られた、ガイズの魔法線を再び繋いだ。それを通して、レイの視界を共有することができる。レイは霊人陣剣で俺たちの間の魔法線を切断する。だが、切った魔法線はすぐに繋がった。一度、ガイズが成立した以上、この距離なら俺が解除するまではまた何度でも繋げる。今のお前には、アスクの恩恵がない。いくら魔族の体とて、それでは到底勝ち目はないぞ。そういう君こそ、根源を2000年前、この剣に貫かれた、君に魔力を注ぐ目的だったとはいえ、霊人陣剣は暴虐の魔王を滅ぼすための聖剣だ。その根源は傷ついたままなんじゃないかい？では、試してみるのだな。俺は魔法陣を描き、ベブズドの魔法を使う。右手を魔法陣にくぐらせると、指先から黒く染まった。魔眼を凝らし、深淵を覗いたところ、今の霊の根源は7つ。この、ベブズドの手でなければ、そうそうダメージは通らぬ。ギアグレアス。遥か上空に巨大な魔法陣が描かれる。そこから姿を現したのは、漆黒にきらめく巨大な魔石である。まるで星が落ちるかのごとく、霊めがけて、無数の魔石が降り注いだ。自分めがけて落ちてくる魔なる流星を霊はエヴァンスマナでことごとく切り払う。聖剣とはいえ、剣で星を切るとは大したものだが、しかし、これで手は塞がった。リオエドラム。巨大な魔法陣が今度は草原を覆い尽くしていき、溢れ出した水がこの場所を浅く黒い池へ変貌させる。そして、噴水が立ち上るかのごとく、霊の足元から漆黒の幕府が天へ向かって勢いよく噴出する。霊人陣剣を黒い池へ突き刺し、霊は思い切り切り上げる。逆流した幕府と共に、池が真っ二つに割れた。直後、降り注ぐ、ギアグレアスを霊は走り抜けて回避していく。遅いぞ。彼の行く手を阻むように、ジオグレイズを20発同時に撃ち込んだ。さすがにかわしきれず、漆黒の太陽が霊の体を包み、黒く炎上した。霊人陣剣の加護と反魔法で、黒き炎を振り払った瞬間だ。足が止まった霊の心臓を、俺の右手が貫いていた。まずは一つ。ベブズドの手で霊の根源の一つを握りつぶす。一つの根源さえあれば、残りの根源は何度でも復活するとはいえ、ある程度の時間は必要だ。さすがに6つ潰されれば抵抗はできまい。諦めるのだな。2000年前、お前は一度として俺に勝ったことはない。確かに僕は、君を倒せなかった。さらにもう一つの根源を破壊されるより先に、霊は俺の右腕にエヴァンスマナを振るう。左手の、ベノイエ文でそれを弾いた瞬間、彼は地面を蹴って、俺から離れた。何度戦っても、何度立ち向かっても、霊が地面を蹴り、真っ向から俺に向かってくる。捨て身の覚悟か。ならば、遠慮なくもらうぞ。ベブズドの手で霊の溝落ちを貫く。ぐしゃり、と二つ目の根源を潰す。
普通ならば激痛で立っていることもできないはずだ。しかし、彼は霊人人剣を俺の肩口に振り下ろしている。はあ。ベノイエ分をまとった左手でその剣撃を払う。ビギーと魔力が弾ける音が耳をつんざいた。三つ目だ。水落ちに右腕を突き刺したまま、レイの根源を握りつぶす。それでひるむかと思えば、レイはさらに間合いを詰めてきた。俺の右腕がレイの腹を貫通した。これでは根源がつかめぬ。はあ。再び振り下ろされた聖剣を、ベノイエ分で弾く。左手のベノイエ分が無賛し、エヴァンスマナが跳ね返る。だが、その剣はくるりと軌道を変え、跳ね返った力を逆に利用するかのごとく、再び俺の肩口へ振り下ろされた。早い。左手は間に合うが、ベノイエ分を凝縮させるだけの時間はない。俺は、破滅の魔眼でエヴァンスマナを凝視し、その魔力を滅ぼしていく。破滅の魔眼も半魔法も貫き、霊人人剣が俺の右肩に食い込んだ。鮮血が散り、いくつもの聖痕が傷口に浮かぶ。だが、四つ目だ。水落ちから右手を引き抜くと、今度はレイの右胸を貫き、根源を潰す。だが、それでもひるまず、レイはさらに俺の体に霊人人剣を食い込ませていく。お前の手の内は知れている。ベノイエ分を左手にまとうと、肩に食い込んだ剣心をわしづかみする。レイが両腕で渾身の力を入れる。その霊力と魔力に当てられ、草原の草という草が弾け飛び、周囲の木々さえもなぎ倒された。だが、それでも俺が掴んだ剣心はびくともしない。魔族の体なら、力比べで勝てると思ったか。再び右腕をぐっと握り、五つ目の根源を潰した。残り二つだ。後がないぞ。僕は君に負け続けてきた。負けてもよかった。何度も挑み、ただ一度だけ奇跡が起これば、それで僕の勝ちだった。奇跡など起こらぬ。レイがどれだけ力を入れようと霊人人剣は動かせない。その魔力は至近距離での破滅の魔眼とベノイエ分で完全に抑え込んだ。長く続けられることではないが、この状態ならばレイが力尽きるのが先だ。残り一つだ。ぐしゃり、と根源を潰した。レイの口元から血が滴る。退け。この状態で戦うほどお前はバカではあるまい。根源が一つになれば、カノンは常に逃げの一手を打った。今が無理でも、未来に希望をつなぐ。人々の希望である自分が、決して死んではならぬことを理解していたのだ。いつか、世界に平和を、それが僕の願いだった。だから、逃げた。たとえ負け続けても、最後に一度勝てばいいと思った。それが正しいと信じていた。レイはつぶやくように言った。その瞳はじっと俺を見据えている。違う。僕には勇気がなかったんだ。今、目の前に助けるべき人がいる。いつかなんて、もう待てやしない。僕は今救いたい。今、一人でも多く、苦しんでいる人を助けたい。そう思えないのなら、僕はいつかが来たって、きっと命なんてかけられない。それはいつか、どこかで聞いた言葉。多分、それが彼に最後の覚悟を決めさせたのだろう。根源を7つ持ち、決して滅びぬ彼に、終わりを迎える覚悟を。たとえ、奇跡が起こらなくても、今日だけは負けられない。僕がここで負ければ、君は降りかかる火の粉を払うために、いつか人間を殺すことになる。小を殺してでも、大を生かす。それが本来は正しいことだろう。現に俺も、これまでそうしてきた。そうしなければ、暴虐の魔王として、滅ぼすべきものを滅ぼさなければ、守れなかったものがある。レイは霊人人剣から左手を離す。誰よりも、何よりも平和を望んだ君に、僕はそんな仕打ちをさせるわけにはいかない。レイの左手の先の空間がぐにゃりと歪んだ。そこから蜃気楼のように姿を現したのは、一位剣シグシェスタだ。その剣がまがまがしい紫の光を放った。一位剣は、極限まで間が凝縮された文字通りの魔剣と化す。はあ。レイは霊人人剣エヴァンスマナに叩きつけるように一位剣シグシェスタを振り下ろした。聖と魔、相反する力が反発するかのごとく、光の大爆発が起きた。
周囲の木々の大半が消し飛び、俺の体が有無も言わせず、遥か後方に吹き飛ばされていた。凄まじい魔力だ。ゆっくりとレイが俺に向かって歩を進める。右手には神々しい光を放つエヴァンスマナ。左手にはまがまがしい輝きを見せるシグシェスタを携えている。その光が混ざり合い、反発し、それでもギリギリのところで制御され、聖剣と魔剣の持つ力を何倍にも高めている。ここに来て、そこまでの境地に至るとはな。一位剣は、一位先進をなすことで初めてその進化を発揮する。霊人人剣は、一点の曇りもない静質な心の持ち主のみを所有者として認める。霊は一位剣を振るうため心を魔に満たしながらも、魔を滅ぼすために作られた霊人人剣を使いこなしている。魔と聖一見して矛盾した思いを抱えているようにも見えるが、彼の中ではきっと違うのだろう。勇者として生きた人生、魔族として生きた人生、その二つが霊の中で共存している。聖と魔は矛盾しない。いや、きっと、そんな複雑なことではない。人間と魔族は共存できる。それが彼の意志だ。そして、その崇高な思いを、聖剣も魔剣も認めたのだ。ますますお前を死なせるわけにはいかぬ。両腕に、ベノイエブンをまとう。そこに魔法陣を描き、起源魔法、ジラスドを重ねがけした。漆黒のオーロラが黒き雷をまとい、攻防一体の魔法と化す。来るがいい。お前を勇者の呪縛から解き放ってやる。レイの足が、ぐっと地面に食い込む。行くよ、アノス。俺たちは、互いに真正面から突っ込んでいく。レイの双剣と俺の魔法が衝突し、その余波で周囲のものというものが吹き飛ばされていく。森を駆けながらも、エヴァンスマナとシグシェスタ、ベノイエブン、と、ジラスド、が幾度となくせめぎ合う。暴虐の魔王と伝説の勇者の戦いに耐えかね、まるで悲鳴を上げるかのように、トーラの森中が激しく震撼していた。そうして、何度目の衝突だったか。シグシェスタが、ジラスドを弾き飛ばし、突き出された霊人人剣が、破滅の魔眼も、ベノイエブンも突破した。そうして、エヴァンスマナは、確かに俺の胸を貫いていた。どうして驚愕をあらわにするようにレイは言葉をこぼす。交わせたはずだ。そうじゃなくても、君の根源を狙ってはいないのに。俺は笑う。あえて霊人人剣を好みで受けた。この根源で魔王を滅ぼす聖剣を。すべては思惑通りだ。周囲を見てみるがいい。レイはあたりに視線をやった。遠く離れた位置。しかし、それでも肉眼で確認できる場所に、ガイラでいて魔王討伐軍の姿があった。奴らは警戒するようにこちらの様子を伺っている。戦いながら、それとなくこの場所へ誘導していたのだ。復活した勇者カノンが、暴虐の魔王を滅ぼした。これでお前の筋書き通り、人間の憎しみも晴れるというものだ。レイの仮面に手を伸ばし、それを外す。俺はその仮面をかぶった。我が同胞たちよ。傍受したリークスに割り込み、ギルヘイド軍全体へ呼びかける。俺の声は、仮面の効果で、アボス、ディルエビアのものになっている。アイビスの魔法を使い、俺はレイがまとっていた服を複製し、自らの体にまとう。反対にレイの服は、2000年前の勇者の服に変えた。リムネトでこの場の映像をディルヘイド軍へ送った。彼らはアボス、ディルエビアが敗れた瞬間を見ただろう。全軍、ディルヘイドに撤退せよ。世が再びこの地に転生するまで、アゼシオンへの報復は許さぬ。生きよ。魔王が、戻る。その日まで。レイはガイ・ラディて魔王討伐軍に撃たれるつもりだった。そして、今の俺と同じことを言うつもりだったのだろう。生死の確認には来るだろうが、暴虐の魔王の命だ。皇族派ならば、最終的にはそれを守る。きっと俺が蘇ると信じて。霊人人剣は、暴虐の魔王を滅ぼすための聖剣だ。君の根源は、もう。霊人人剣エヴァンスマナは確かに俺の体を貫き、すでに根源を蝕んでいる。死んだふりでごまかせるようなことではない。それならば、レイも自らの命を懸けようとはしなかった。人間と魔族、双方に暴虐の魔王が滅びるところを見せる必要があるのだ。レイの唇に、
血に染まった指で触れ、彼の口をそっと塞ぐ。どうした？勇者カノン、世を倒したのだ。もっと誇るがいい。険しい表情でレイは俺を睨む。ガイ・ラディーテ魔王討伐軍がこちらへ進軍してきていた。今ならば、霊人人剣に突き刺された魔王の姿をはっきりと確認できたことだろう。力を見せる必要がある。俺が暴虐の魔王であるという証拠を。愚かな人間どもよ。ガイ・ラディーテ魔王討伐軍へ俺は大声で言った。つまらぬ茶番だ。しかし、これで平和が訪れるのなら、道化を演じようではないか。この男のように、世はただでは死なぬ。これまで以上の魔力を注ぎ、ギアグレアスの魔法を使う。大空に魔法陣が浮かび上がり、そこから巨大な魔石が姿を現す。ジラスドを重ねがけすることで、空に浮かんだ無数の魔石は、漆黒の雷をまとった。数万の兵をもろともほふるだけの威力はあるだろう。魔法結界などのものの数には入らぬ。共にこの地にて滅びよ。ギアグレアスとジラスドが天空から降り注ぐ。魔王討伐軍は多重の魔法結界を張り巡らせたが、暗黒がそれを飲み込むようにして魔石が落ちた。ドガーンと地面に大穴がすく。そこが見えず、奈落へ続くような深い穴が、まるで世界が滅びるかというほどの振動が辺りに巻き起こった。2つ、3つ、魔石が次々と地面に穴がうがつ。魔王討伐軍からはまだ離れた位置への着弾だが、その余波に耐えることさえ彼らは精一杯だった。そして、頭上にはまだ数百ほどの魔石が浮かび、魔王討伐軍に狙いを定めている。あれが落ちてくれば死ぬ。誰もがそう確信したはずだ。俺の意図を察し、レイは魔王討伐軍の元へ走った。魔王アボス、ディル・ヘビア、お前の思い通りにはさせない。彼は魔王討伐軍へ呼びかける。みんな、力を貸してくれ。僕は勇者カノンだ。あの残虐な魔王に、とどめを刺す力を。レイは、アスク、と、アスラ、の魔法を使う。聖剣を掲げ、聖なる光をまといながら、降り注ぐ絶望を切り裂く姿は、確かに勇者そのものだ。誰かが言った。あれは、勇者カノンなのか？わからない。だが、あの聖なる光に包まれた姿は、俺たちを守ってくれている。誰かが言った。暴虐の魔王と戦っていたのか、奪われた聖剣を取り戻し、たった一人で。彼の姿に、いつも人間は希望を見る。そんな不思議な魅力がカノンにはあった。誰かが、言った。カノンが、来てくれた。その言葉は、空に浮かぶ魔石を見て、絶望したガイ・ラディーテ魔王討伐軍に一気に波及した。我らを救うために、伝説の勇者が蘇ったんだ。カノン。勇者カノンにありったけの力を。魔王を倒してくれ。今度こそ、この世界に平和を。魔王討伐軍の魔力と思いが霊に集う。霊人人剣の加護が数十倍にも膨れ上がる。声が聞こえた。ずっと、責め立てられていた。ガイズの魔法戦を通じ、言葉にできぬ霊の思いが俺の心に流れ込んでくる。勇者としての責務に、英雄としての義務に、ただ剣を振るのが好きなだけの田舎者だった。本当は誰も殺したくなかった。本当は戦争なんかしたくなかった。だけど、僕が戦わなければ、もっと多くの人が死ぬのだと誰かが言った。勇者なんて幻想だ。強くもなければ、正しくもない僕に、人々を救済する力はない。この手に掴んだ命よりも、ずっと多く指の隙間から命がこぼれ落ちていく。心ない言葉に騙され、運命に翻弄されて、戦場を右往左往していた。勇気なんて僕にはない。あるのはただ人が死ぬという恐怖だけだ。それに脅されるように、怯えるように、突き動かされてきた。だとしても、勇者でなければならなかった。英雄を演じ続けなければならなかった。我が身を犠牲にしてでも、人々の期待には応えなければならない。人々の希望であり続けなければならない。力なき者が、僕に殺せと願う。弱き者が、僕に死ねとねだる。それは、仕方のないことだったんだろう。人には希望が必要だ。誰かの苦しむ姿を見るぐらいなら、この身を捨て、
この宿命を背負って死のう。何度も何度も死んで、何度も何度も蘇り、そうして、ただ人々のために戦った。ある時、ふと気がつく。じゃ、僕の希望は？彼らには勇者がいて、だけど、僕にはすがるべき小さな希望すらなかったんだ。ありがちな、そうとてもありがちな悲劇の筋書き。ああ、だけど、今も昔も、最後に僕に手を差し伸べてくれたのは、敵であるはずの、暴虐の魔王。アノス、君だった。君こそが、僕のたった一人の勇者だったんだ。次回は、魔王学院の不適合者。第109話、戦場に響く幼子の声。第110話、2000年前の亡霊。高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。